こんにちは、木ムーです。透明水彩を始めて2ヶ月目です。まだ3作品ぐらいしかないんですけど、なんとですね、筆を買いました。ホルベインさんの筆、ブラックリセーブル SQ1 号です。今僕ムーが使ってる筆はこの2本。同じくホルベインさんのニューリセーブル 3100R の4号とキャムロンプロプラタアルテージの10スラ0を使っています。ほぼこの4号でだいたい塗ってるし困ってるわけではないんですけど、大きめのね面を塗るときに太めの筆も使ってみたいなと思ってこの筆を買い足しました。筆の太さはこんな感じですね。結構違いますね。実はこの SQ ブラックリセーブル1号はこの筆の先端がすごい細いんですよね。なんで大きな面も塗れるんですけど、細い線も描けると噂なのでとても楽しみです。でね、これがリスゲとリセーブルっていう人工毛の混合の筆みたいなんですけど、どうやらすごく柔らかいらしいです。確かに柔らかさはもう感じますね、触ると。このいつも使ってたこの4号のニューリセーブルは羊かなヤギかな、羊毛とリセーブル人工毛ねの混合らしいです。結構固めだと思います。こっちの方が水含みがいいらしいですね、柔らかい分。このキャムロンプロプラタはナイロン毛なんですけど、絵の具があんま取れないなっていう感じがしたんですよ、こっちの筆と比べて。なので水含みがいいときっと描きやすいだろうな、僕無的にはと思って、これはすごく楽しみです。広い面も細かい面も塗れるということなので、今回はこちらの線画をこの筆1本で塗ってみようと思います。一応いきなり描くの怖いからちょっとだけ試し書きしますね。ホワイトアトソンで試し書きをしていきます。水をつけて、水やっぱすごいたっぷり筆に入りますね。筆に水がいっぱいついてるから溶かしやすいですね、このハーフパンのところで。あと先も細いのでハーフパンに入らないよっていうことはなさそう。梅皿で水足さなくていい、もしかして。いつも僕のはこのニューリセーブルの4号筆でこうやって同じように水入れてこうするんですけど、で全然溶けなくて絵の具がで、もちろんちょっとしか取れないんで筆も小さくて、でここ乗せるんですけど、パレットにもうスポイトで綺麗な水をここにちょっと足したりとかしたり、そもそもハーフパンと水を先に落として溶けやすいようにしてました。でももしかしたらこういう水含みの良い筆だったら簡単に取れるかもしれない。おーすごい柔らか筆、すごいな。うわ、スルスルって感じ。うわ、これいいな。全面塗りたくなるわ。でも洗う時もったいない感じするな。まだ筆にいっぱい絵の具残ってる感じがやっぱ吸収してるからさ、筆にちょっともったいないなと思いながら洗った。うわ、筆太いとちょっと洗うのは大変かもしれないですね。隣に雑巾的なもの置いてるんですけど、すぐびしょびしょになりそう。同じぐらい細い線が描けるし、広い面も細かいところもしっかり塗れそうな感じがしてます。あとやっぱ描き心地がいいな、楽しみ。それではこのブラックリセーブル1本で塗っていこうと思います。いつものようにバーンとシエンナを
薄めてお肌に塗っていきます。瓶の水をすぐ持ってこれるんでスポイトいらずですね。この鼻の頭は塗り残したいんですけど、この筆でいけるのかどうか。で普通に目のところもさ心配だよね。おお、普通にちゃんと塗れてる。だいぶいつも使ってる筆とは硬さが違うくってちょっとまだコントロールに慣れない感じはあります。今書いてて思ったんですけど、この筆を巻いてる金具のところがここか、このタオルで拭いてるんですけど、このタオルの繊維にすごいここが引っかかって取れなくなったりする。タオルの上に直に置くとめっちゃ引っかかるんで、キッチンペーパーを敷きました。これなら引っかかったり、ちょっと引っかかりますね。この向きにゴッてしたらちょっと引っかかりがちょっとここにちょっとキッチンペーパーとか絡まりそう。全然タオルよりはマシですね。ここがちょっと気になるな。髪の毛は広い面だから筆の効果を発揮するんじゃないでしょうか。ちょっとさすがに細かいところはちょっとコントロールしづらいなっていう感じはしますね。いけるけどね。今回ちょっと検証なんでね、そのまま塗っていくんですけども、こういう広い面の端は全然この筆で塗れそうですね。髪の毛のやっぱ細いところとかは細い筆欲しいなって感じがします。なんか太い筆を持つとダイナミックに塗ってしまうね、やっぱり。なんか小さい筆だと色がねそれぞれ混ざらないようにってやってたんですけど、大きい筆になると、ちょっと筆線で洗うのにちょっと躊躇があってさ、だからこうやってなんか色を混ぜながら塗っていくスタイルに今なってますね、いつもと違って。紙の上で混色するような感じ。これ筆の沼も待ってるんじゃないか、こっからこんなに違うとは思わなかった。ちょっと目のところに肌色が乗っちゃったんでリフティングをしようと思ったんですけど、その時に無意識に今筆を持ち替えようとしちゃいましたね。やっぱりね、柔らかい筆だとリフティングしづらいと思うんですよね。なんか前まで使ってた筆がやっぱ紙の上であんまゴシゴシするとなんか紙がガサガサってしてちょっと取れちゃったりしてさ、紙にもよるんだけど、柔らかい筆だと紙の上でも混色しやすいかもしれない。楽しすぎ。細かいところもいけます。なんかね、最初柔らかくてコントロール効きづらいかなとも思ったんですけど、慣れもありますね。やっぱだいぶ慣れてきてすごい塗りやすい。こうやってなんか上から薄く重ねるのもなんかデジタルでいうオーバーレイみたいな効果が出て
いいですよね。この大きめの柔らかい筆だとすごくやりやすい感じがします。はい、完成しました。いやー、筆の書き心地すごい良かったです。この筆の大きさがあるのと柔らかさもあって広い面をスルスルって塗りやすかったですね。塗り心地がもう本当に良かったです。あとね、先端も細いのでこう面の端がね塗りやすいっていうのも良かったですね。キャラクターイラストって線画があるのでこう広く塗りたいけどはみ出したくないっていうことが多いんですけど、そういった場合にはこの筆とてもおすすめです。あとね、筆が柔らかい分重ね塗りもね紙を痛めつけずにできて、何回も何回も紙を撫でることができてすごく楽しかったです。ボクムはデジタルでもザーってとりあえず全体塗ってから上から塗り重ねて調整することが多かったので、今回その描き方ができて自分に合ってるなって思いました。絵の具をね筆に含みやすいのでハーフパンの絵の具を取るのがすごい簡単でしたね。最初は塗る時に自分が思っているより絵の具が含んである時があってすごいびっくりしたんですけど、後半は慣れてきてすごく使いやすさを感じました。逆に筆の方に絵の具が吸収される分、いつも使ってる筆をね初めて使った時よりも紙の上でボタボタになりづらい感じはしました。今回この1本で問題なく描けました。とはいえね、今後広い面はねこの筆を使いつつさすがに持ち替えようかなとは思いました。筆を確かにね小さい面も塗れるんですけど、絵の具をねめっちゃ筆が吸収するのでちょっとしか絵の具がいらない時もなんか全ての絵の具をこうパレットから吸収しちゃってでもったいないなっていう感じはしましたね。あとその分やっぱり瓶もね汚れちゃうんで、あとリフティングはみ出たところを落としたい時にすごく筆が柔らかいので、紙は痛めつけられないんですけどもうちょっとゴシゴシしたいなっていう感じはしました。はい、ということでホルベインブラックリセーブル SQ1 号のレビューをしていきました。広い面は圧倒的にこっちを使いたいので今までの4号の筆と合わせて使っていこうと思います。筆の違いによって自分の描き方が自然と変わったのが自分でもびっくりで面白かったです。毛質によってこんな描き心地が違うっていうのがね、これは使ってみないと分かんなかったからね、もうね他にも筆欲しくなりました。沼です。また画材のお買い物したら YouTube で紹介するのでチャンネル登録よろしくお願いします。それではボクムでした。